一例を挙げれば、本書が非常に有名な初期キリスト教伝記小説クレメンスの書と酷似していることである。ここでは残念ながら宗教哲学、道徳律、教会組織などについて両者の類似点に詳しく触れることはできない。また全体の調子から推測してどちらが先に記されたのか、あるいはどちらが複製なのかを判断することは不可能である。魔術、妖術への信仰、魔力を行使すること、人たちに与えられ行使されていた顕著な魔術的パワーは両者にも等しく取り上げられ、しかもそれらは教会が否応なしに直面させられた社会的状況であったと言っている。原始宗教に関する最近の研究によると、世界のどの宗教形態も魔術的信仰を抱いていたことがより明らかになっている。いかなる外観を呈しているにせよ、かかる基本的な信仰形態は教会が対決し論駁しなければならなかったものである。したがって本書において華々しく展開される魔術の記述があっても真実性を損なう論拠とみなす必要はない。それよりもどんな作者でも迷信とか奇弁とか非難されることなく、初代教会を黄金時代として自然のままに表現できたことをあまたとすべきであろう。さらに本書と神聖なものとして知られている初期キリスト教の小説が形式の上でも酷似していることに驚かされる。クレオパスレイは文学的に生き生きと表現することに並々ならぬ努力を払っている。読者がどれだけ汲み取ることに成功するかは別として、彼は意図的にロマンチックな情緒的な物語をふんだんに盛り込んでいる。物語を活気づけるために一度ならずほんのりとした興味をそそるものを導入しようとしている。第3巻1章に描かれている1750文字で綴られた文章などはまさに美麗そのものであり、中には誇張や冗長なところもある。彼は人物描写を好む。怒り狂ったり狼狽するピリピの主張などを至極ユーモラスに描いており、対話の術にも長けている。彼はまたエピソード、総話、単位に本書を組み立てて読者の興味を先へ先へと引っ張っていく。本書に関して非常に興味をそそられることは、通信のために選び抜かれた霊媒が小説家であり、死者は彼女、カミンズ女子の心に浮かぶイメージを最大限に利用しなければならないので、勢い彼の語ることが多くの小説を読んで洗練された表現法を身につけた女子の形態を取ることになる。それで物語全体は終始変わらない現代的表現形式となっていることに着目していただきたい。例外として近帝訳聖書、1611年刊行された英訳聖書や古語が用いられることがある。したがって本書の大部分は現代用語に変えられているわけである。しかし個々の物語の様式はいわゆる死者の人格を通して伝えられたものである。一般的に言えばあたかも家族関係のように、本書と聖書に付属する外典や義書との間には極めて緊密な興味ある類似性がある。最近そのことに貴重な注意を向けた研究が英国のチャールス博士及びドイツのカウチェ教授によって進められている。それなのにこの文献が教会の権威によって承認された諸文書に付随した重要性があることを主張しようとしない。これらはキリスト教の教義よりもむしろ初期の教会歴史を研究する資料である。大抵は口伝によるもので、信頼すべき口伝の内容が急速に通俗化していった。しかしこれは当時の一般大衆の宗教を知る上で貴重な手がかりと証拠を提供してくれる。もしもクレオパスの書と他の諸文書の比較研究が始められるならば、かなりの驚くべき暗示に富む類似性が発見されるであろう。しかもエズラ書、旧約聖書やユダヤ人キリスト教徒によって記された福音書やグノーシス文書など、及びもつかぬほど詳細に価値ある研究がなされるであろう。奇跡的要素の流行についてはすでに触れたように、キリスト教そのものが奇跡から出発していることをすでに弁明しておりながら、最高の現代的論評では奇跡がイエス自身によって行われたという疑う余地のない事実を放置している始末である。さらにその上に純粋なユダヤ教やキリスト教の宗教的要素が徐々に薄らいできて、世俗的思想が強く浸透してきた。
これらの傾向は本書の中にも見られることは、すでに指摘してきた通りである。粗末で懲罰的色彩の濃い、異教的要素や主情主義的基調は、あらゆる種類の外典にも共通しており、その必然的結果として、キリスト教も世俗化していくのである。クレオパスの書について考察を加えていると、ちょうど外典の研究をしている特進家が壁にぶつかるのと同様に編纂者は、霊感とは一体何を意味するものであるかという難問にぶつかる。そしてその文章の持っている重要性とは、初期の頃のキリスト教が何であったかということよりも、初期の首相者たちがキリスト教をどのように見ていたかを明らかにすることではないかと確信している。注意深い読者ならば、迷信や誤った熱情の背景及び、使徒や後継者を悩ませていた無知に強い印象を抱かれるであろう。本書に出てくる初期の改宗者で、教会の首脳や教師になった者は、強化するために過度な行為を発揮してはいない。彼らはある程度の理解力を持っており、指揮者としての証を持っている。それは地上の容器、肉体に蓄えられた宝である。最後に編纂者一同は、この記録を努めて公平な形で公開する。すなわち立証を申し立てたり、個人的動機やくだらない目論みを持って出版するのではない。印刷の原稿を用意するにあたって、全体的に変更を加えたり、組み替えたりしていない。この短い序文の中で、読者に対して率直に事実の説明を加え、偏見の余地を与えないように努めた。本書によって提起される諸問題に、ある程度当惑するであろうが、我々は、わざと憶測や説明をほのめかすことを差し控えた。本書は注目や調査に値する作品であり、初期キリスト教の歴史及び文学において思想的偏見あるいは高次元からの通信に関する専門家の調査を受けることに躊躇しないであろう。1927年12月21日、編纂者一同。